おお、何？はい、というわけで合計なんですけど、円の売り上げでした。はすこチャンネル。皆さんこんにちは、はすこです。温泉街で車中泊できるはすこパークが開設してから2ヶ月経過しました。もともと期間限定でやる予定だったんですけど、予定通り一旦終了することになりました。今日は片付けだったり2ヶ月の売り上げ、今後どうしていくかっていうことについてお話ししていきたいと思います。それでは、行ってきます。まずはですね、ボックスの確認からしていきたいと思います。このちょっと前に確認したので、そんなにはねないかなとは思います。よいしょ。おお、何？はすこチャンネル。おおおお、何？なんだろうこれは。がっつり入ってるけど、何？なんだろう。結構いっぱい入ってますね。ありがとうございます。ちょっと開けてみたいと思います。ちょっとどなたが入れてくださったかわからないんですけど、ちょっと開けてみたいと思います。わー、嬉しい。ありがとうございます。ミントちゃんも喜ぶと思います。早速あげたいと思います。キラキラお目目にフリフリお尻のミントちゃんにお土産です。ミントちゃんのお口に合うかな。いくらお腹が空いていてもハスクが食べないように犬用なのでじゃーん、ありがとうございます。じゃあよかったね、もらったよ。おいしい、よかったねミントちゃん、おいしい。他にもたくさん入っていました。ありがとうございます。開けていきたいと思います。まずは一旦片していこうと思います。よいしょ。外していきます。よいしょ。こんな感じで特にあんまり変わってはないんですけど、一旦はい、ちょっと変わりましたね。はすこチャンネル。はい、というわけで、片付けて回収して戻ってきました。まずは2ヶ月で何人来場があったか、そして売上金額を発表していきたいと思います。今回はアンケートの数でカウントしていきたいなと思います。これが第1フェーズというかもうちょっとあるかな。で、前回2週間の時にちょっと集計を先にしていて、6件で金額は13,500円だったので、
そうですね、最終的に2ヶ月運営して、まあ大体 RV パークなんで20人来場があって、で2ヶ月の売り上げが3万円あったら結構 RV パークの売り上げとしてはいい方なんじゃないかなとは思います。はい、というわけで早速集計していきたいと思います。集計に行ったのが2回なので、はい、とりあえずまず1フェーズ目から集計したいと思います。とりあえずアンケートの数というか、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16ということで、2週間以前集計した時6件あったので、もうこの時点で22人の来場があったということになります。達成ですね。ありがとうございます。はい。というわけで、金額を確認していきたいと思います。ちょっととりあえず、先に金額を集計して、また満足度とか、アンケートの内容は動画の後半でお伝えしようと思います。はい。ででん。集計しなきゃ。あ、自分の見本か。自分が入れた見本が出てきたので15件でした。はい、というわけで1月の後半ぐらいから2月の中旬ぐらいまでだいたいまあ3週間4週間ぐらいの間で15件の来場があって、その間の合計金額が 37,260 円でした。はい、ありがとうございます。平均が 2,484 円です。まあでも集計している感じ、だいたい1000円が中央値というか、だいたい1000円ぐらいが中央値なんじゃないかなっていうふうに思います。で、続いて2月の中旬以降からの集計をしていきたいと思います。今の時点で先ほどの目標は達成できました。はい。これからどこまで伸びていくのかっていうとこですね。はい。そして、今日回収してきた最後の2週間分の集計をしていきたいと思います。アンケートの数を数えます。10、11、12件です。というわけで、トータル33、2ヶ月で33来場ということで、もういいか。とりあえず、売り上げを、はい、集計していきたいと思います。計算していきます。なんとなく1個の単価がすごい高かった気がします。最後怒涛でありがとうございます。はい。というわけで、第2集計は12件来場があって合計金額が 36,325 円でした。すごいありがとうございます。はい。というわけで、2ヶ月の合計なんですけど、33件のご来場があって、87,085 円の売り上げでした。というわけで、これ、平均出してみると、平均すると2,639 円ということで、まあ2,700円ぐらいが平均金額になりました。はい。というわけで、売上来場ともにこんな感じで、目標よりは達成できたかなっていうところはあるんですけど、これはハスコパークの力ではなくて、視聴者さんの力なんですよ。本当に。もう売上金額が利用料金じゃなくて応援費みたいになってるので、関東地方から北海道まで何時間もかけて来てくださってたり、止まらなくてもポストに投函してくださってる方もいらっしゃいましたし、中央値で見てみるとだいたい1000円ぐらいかなっていうとこなので、今回ハスコチャンネルっていうところで割と来客もあったし、
金額もだいぶ色がついてるっていうのかなっていうのがあるんですけど、中央値で見ると1000円だったので、だいたい1000円かける33って計算すると、3万3000円が売り上げってなるので、そうなると結構厳しいなっていうところで、33もこれはあくまで私が YouTube で何回か動画を上げたりとか PR をしたっていうところが大きいので、普通にこう一般の人がホームページに載せたりとか、たとえ RV パークに登録したとしても、たとえ施設が充実していたとしても、ちょっと厳しいところはあるんじゃないかなっていうふうに思います。なので今この87,085円は一見黒字に見えるんですけど、このまま現状維持でいくと、将来的には赤字かなっていうところですね。それ以外にもちょっとハスコパークを終了した理由があって、それが管理ができないっていうところです。先に謝っておきます。すみませんでした。メールがちょっと気づくのが遅くなっちゃったりとか、その辺の対応がね、もう直前のキャンセルとか気づくのが本当に遅かったりとかで、こうメールはね来るかなと思ってたけど、自分が思っている以上にこうメールがあって、そのメール対応っていうところが意外とちょっと盲点だったというか、管理のうちの一つなんだなっていうのを改めて思いました。自分でやっぱりウェブサイトを一から今回作ったので、予約のところとかがちょっと予約システムをこう一から構築っていうところまではできてなくて、なかなかその辺も変えられなかったし、何かパークで異常があったりとかすると、その撮影とかで出かけてたらすぐに駆けつけることもできないし、治安がねちょっと実際その場にいないから心配っていうところもあって、一旦今回終了っていう風になりました。じゃあその管理においてもっとパワーアップしたら続けられるんじゃないのって思うと思うんですけど、さらに売り上げないといけなくなるなと思ってて、他にも設備を充実させるってなると、その分もっと売り上げないと苦しくなりますよね。パークがやっぱり3台しか止めれないので、平日はやっぱなかなかね埋まらないかなって思うし、車中泊ブームというか、どこのアルバイに行っても、この辺だけかもしれないんですけど少ないですね。キャンプ場とかだったらやっぱ広くて、他になんかこう焚き火したりとかいろいろできると思うんですけど、 RV パークってあくまでキャンピングカーとかちょっと電源を補充したいなっていう、もうほんとキャンピングカーに乗っている人向けですよね。で、昔に比べてこの YouTube でもそうなんですけど、車中泊の界隈自体がちょっとブームが落ち着いてきたかなっていうところもあって、今後なんかそのブームが今めっちゃ来てるってわけじゃないのに、車中泊できるハスコパークを続けていくっていうのはリスクの方が大きいかなっていうことで、今後の先を見据えての経営終了となります。そこまでかけてきたお金とかあったりとかして、本当はね突っ走りたいところなんですけど、損切りというか、はいそんな感じです。でも後悔はしてないです。ずーっと作りたいなって思ってたので、いつかは作ってたかなって思いますし、皆さんのね温かい応援メッセージがすごい嬉しかったですし、これから RV パークを作ろうと思っている方は、そうですね、空き土地とかを活用される方とか、そうですね、ホテルとか温泉施設とか駐車場がちょっと余ってて RV パークっていうのはすごいありなんじゃないかなと思うんですけど、私みたいに市街地ですね、いわゆるちょっと観光地の中に作るってなったりすると、かけるところがどこを削るかってなると、施設ってなったらちょっと割に合わないっていうところが大きいんじゃないかなと思います。私まだ20代で経営経験もないので、すごいちょっと素人っぽい感じで自己分析で終わるっていう感じにはなってるんですけど、初期の方から期待してくださったり応援してくださってる方にはちょっと申し訳ないなって思うんですけど、厳しいっていう
感じです。はつこチャンネル。で最終的な、統計なんですけど、1万円が3件、5000円が3件、3000円、2000円が6件、1000円から1000円以下が、21件になります。はい、1万円の方はもう結構昔から見てくださってる方や、関東圏からわざわざ足を運んできてくださってる方、もう本当にいつもありがとうございますっていう感じです。5000円の方もかなり満足はしたっていうところもあると思うんですけど、もうかなり応援費が入ってるなっていう感じで、2000円ぐらいがこう使用料で、3000円は本当にこれからも頑張ってっていうところの本当応援費ですね3000円の方も、多分使用料金は2000円ぐらいだと思うんですけど、1000円やっぱり応援の気持ちっていう方が多かったなっていう印象です。これはカフェ代にとか続けてほしいっていうこともあってっていう期待を込めて、そういう意味の3000円かなっていう感じです。で2000円が、そうですね、結構満足していただけて2000円っていうところですね。やっぱポータブル電源があったり、トイレが近かったりもうちょっと設備があったらもうちょっとこれに上乗せできるかなっていうような声が多かったです。で、1000円、これは本当に妥当っちゃ妥当な金額かなっていうふうに思います。設備もないですし、ただの駐車場といえば1000円っていうところで、あとは応援費用って言って、全然止まってないのにちょっと立ち寄ってっていう方もいらっしゃったりしたのでっていうところなので、最初フリーでいいって言ってたので、0円っていう人がいても正直おかしくないかなというか、そういうところも受け入れなきゃいけないなとは思ってたんですけど、0円みたいな方はいらっしゃらなかったのでありがとうございます。正直いろんな RV パークがあって、皆さんそれぞれ価値観があって、すごくいろんな意見があるなっていうのは私自身もすごい参考になりました。先ほど1000円が妥当かなとは言ったんですけど、私の価値観で言うと本当皆さんと同じような感じで、自分で作っておいてなんなんですけどトイレがやっぱり近くにあったりとか、電球とか電源っていうのがないとしんどいなって思うところはあるので、本当にその通りだなって思いますし、そこにお金をかけるっていうのが相当金額もかかるし、あの辺りの地域が準防火地域っていう地域なんですけど、割と建物を建築する時に条件が結構厳しかったりして、普通のやっぱり地域で建設するよりも結構基準が厳しかったりして、経営側に回ってみて初めてそういう改めて設備を充実させるっていうことの難しさだったりも分かったっていう感じですね。なので結構私も観光地行く時に RV パークを利用することあるんですけど、なんか設備あんまりないのに2000円3000円って高いなって思ってた時あるんですけど、やっぱり土地代とか他にちょっと管理とかそういう面で経営側に回って初めてその値段が全然経営側からしたら高くない、1000円は妥当ではあるんですけど、経営側からしたら1000円だと赤字でやっていけないし、じゃあ設備をってなってもまたさらに上乗せでどんどん、もう改めてね難しいですね。はつこチャンネル。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてはつこパークに足を運んでくださった方、本当にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。